はい、こんにちは、和之助です。今、モニター上部についているのは、以前クンティスから提供していただいて、ご紹介させていただいたモニターライトです。普段から非常に便利に使わせていただいて、クンティスといったらコストパフォーマンスが高くて、高品質なモニターライトを販売しているんですが、今回はですね、クンティスから新たに販売されたモニターライトをご提供いただいたので、またご紹介したいと思います。製品名は HY210 というワイヤレスのモニターライトです。クンティスのワイヤレスモニターライトは現状今私が使っている L206 Pro のほかリモコンがタッチ式になった HY214 という製品がありますが、仕様を見る限り明るさや色温度などの機能は3つの製品とも同じですが、こちらはさらに価格が安くなってこの2つのちょうどいいとこ取りみたいな製品となっています。そしてクンティスが謳っているこの製品の一番の改良点は、新設計の2軸クランプで以前のものよりもモニターに取り付けた時の安定性がアップしているという点でございます。そこら辺の改良点も踏まえてこちらのモニターライトをレビューしていきたいと思います。このチャンネルではガジェットやパソコン関係の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは開封していきたいと思います。まずは取扱説明書が入っていますね。各国に対応して、もちろん日本語にも対応しています。お次はこちらの小さい包みを開いていきます。何かというとワイヤレスのリモコンでございます。タッチ式になっていて操作は全てこれで行います。見た目もいい感じですね。リモコン用の電池もちゃんと付属しています。そして本体用の USB ケーブルですね。はい、それでは最後にこちら本体ですね。取り出して見ていきたいと思います。バーの部分はアイアンっぽい色味で高級感があります。そして左右にはロゴが入っています。ということで箱の中身は以上となります。それでは準備をしていきます。準備といってもリモコンに電池を入れるだけですね。どうでもいいんですが、このリモコン蓋がマグネット式になっていて結構便利です。電池を入れるとリモコンの電源マークが点灯します。これずっと点灯しているので電池持ち大丈夫なのかなっていうところはありますね。はい、それでは今ちょうどクンティスのモニターライト L206 Pro を使っているので、こちらと違いを比較してみたいと思います。まず分かりやすい違いとしてリモコンの形状から見ていきます。今回紹介の HY210 はリモコンが LED のタッチ式になっています。そして今まで使用していた L206 Pro はアナログのリモコンとなっています。どちらが良いということはなくて、この辺は好みの問題になると思います。はい、そして厚みの違いはこのくらいあります。測り忘れていましたが、ちょうど指1本くらいですかね。本体の長さは新型の HY210 が 42.5 センチ、既存モデルの L206 Pro が51センチあります。そしてクンティスのワイヤレスモデルでもう1点、私こちら所有していないんですが HY214 というのがあって、こちらは40センチでバックライトがついているモデルとなります。そして固定方法ですが HY206 Pro の方は L 字の軸で固定する形になります。通常の固定方法と同じですね。バーの部分は可動して調整をすることができます。そして今回ご紹介する HY210 を見ていきます。冒頭でも触れましたが、こちら軸が2つある3段クランプで固定することにより、いろんなモニターにフィットするようになっています。滑り止めも3箇所ついています。重りも全体的に分散されていて安定しそうな感じがします。ということでこのまま取り付けてレビューしたいと思います。とりあえずモニターに固定してみたいと思います。私動画にしていないものも含めて他メーカーのモニターライトもいくつか使っていますが、この製品が一番安定感があると思いました。取り付けた後もぐらつきがなく非常に安定しています。さすが安定感を謳っている製品だけあるなと思いました。そしてライトの角度を調整して最終的にはこんな感じで落ち着きました。それでは実際に使ってみたいと思います。電源は真ん中のアイコンをタップでオンオフすることができます。左のライトみたいなアイコンをタップすると明るさを変更できるようになります。変更の際は指を左右にスライドして無段階で明るさを変えることができます。とマニュアルに書いてありますが、スライドだと本体がずれることがあるので、実際はタップで変更した方が実用的だと思います。
続いて右にあるアイコンをタップすると色温度を変更できるようになります。こちらもスライドもしくはタップで変更できます。基本的にはこの2つで自分の好みに調整するっていう形になります。そしていろいろ調整がめんどくさいという時は自動調光機能が便利です。電源下のアイコンをタップすると周りの明るさに合わせて自動で明るさを調整してくれます。ちょっと分かりにくいですが、自動調光になっているとバーのところが青く点灯します。あと電源長押しで2時間タイマーがセットされます。ということで使い方については以上となります。それでは角度を変えて実際のライティングを見てみたいと思います。この部屋ですね、普通に電気がついていて、右にライティングされたパソコンと左にモニターが置いてあって、結構明るい環境ではありますが、モニターライトの電源を入れるとデスク周りが明るくなるのがわかると思います。気づかなければ特に問題はないんですが、モニターライトを使い始めるとデスク周りが暗く感じてしまって手放せなくなります。そしてさらに俯瞰視点でも見てみたいと思います。この角度だとモニターライトが効果的に機能しているのが視覚的に分かりやすいと思います。そして光の広がり具合も見てみたいと思ってデスク周りを片付けてみました。ちなみにこの映像だけ後日思いつきで撮ったので若干色味が違うかもしれませんがご了承ください。机は横幅120センチでちょうど中心にモニターライトを設置しています。ライトをつけてみるとこんな感じですね。暗めに設定されているので明るくしてみます。一番明るくするとカメラの特性上中心が白飛びしていますが、特に眩しいとかはありません。はい、ということでね、ここら辺まとめるとですね、机全体的に照らしてくれてはいますが、端の方はやはり若干暗くなる印象でした。最後に自動調光機能をオンにしてみます。ということで今回はクンティスのモニターライト HY210 をご紹介させていただきました。モニターライトってその名の通りモニターに設置して使う専用のライトで、モニターには光を当てずデスク周りだけを照らしてくれる、個人的にはすごくおすすめで非常に便利なガジェットです。クンティスのモニターライトは自分で購入したり提供していただいたりと、いくつか使っていますが、こちらの製品はさらにブラッシュアップされて良い製品になっています。価格も安くなっていてクンティスの中でも一番のおすすめです。それではこの動画は以上となります。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。